今日なんですけれども、私の一つおすすめの練習方法に、座ったまま手裏剣を打つ、座打ちとか呼ばれている打ち方があるんですけれども、そちらをご紹介させていただいて、遊んでみようかなと思っています。座打ちですけれども、これは完全に正座をした状態で手裏剣を打つ練習の仕方です。手裏剣を始めたばかりの方に片膝立ちでの練習なども私はお勧めしたことがあります。今回の場合は完全に正座をしてしまいます。この状態で手裏剣を打ちます。足の力、体の力が使いにくくなりますので、使える力を超えて強い力で手裏剣を刺そうとしなくても構いません。というか、おそらく必要以上に強い力を出そうとすると非常に難しくなってしまいます。あくまで使える力、使える姿勢、そういったものを探して打剣をする練習方法です。慣れてきたらなんですけれども、ちょっと高い位置を狙ってください。今狙ったところよりも高い位置。この座打ちで高い位置を狙えるようになると、手裏剣の飛距離を伸ばすことができます。伸ばす効果が期待できます。手裏剣に上手に力を加える動きが非常に分かりやすくなりますので、上手に力を加えられるようになると飛距離は伸びます。少し高い位置を狙って打つようにしてください。手裏剣の重さを感じながら打剣をするようにしてみてください。この座打ちの注意は先ほどもお話をしたように、強い力で打つのが目的ではありません。足が使えれば強い打剣というのもしやすいんですけれども、そういったものができなくなりますので、必要以上の力を加えようとしなくても構いません。あくまで体はしっかりと使っていただきます。腕だけで振らないでくださいね。ちゃんと手裏剣のこの重さを感じて、使いにくくなるだけです。全く使えないわけではありませんので、この制限をされた中で上手に手裏剣を使う練習だと思ってください。もう一つ注意点があります。この座打ちをするとき、狭いスペースで練習をするというのは非常に有効なんですけれども、重い手裏剣とか先がすごく尖っている手裏剣を使っている方、特に注意。あまり近すぎる距離でこの座打ちをやると、確かに狭い距離の練習では非常に有効的なんですけれども、何かがあったとき、例えば刺さらなかったときに、ちょっとわざと刺さらないように打ってみます。跳ね返ってきます。これをとっさに避けにくくなってしまいます。この姿勢ですのでね、正座の状態から自由に動けるっていう方は大丈夫だと思いますが、あまり近すぎる状態で今のように刺さらなかった時にとっさに逃げにくくなる。ですので、ある程度の距離は必要です。私はこれ1剣1剣半ぐらいは取っていますが、重い手裏剣とかそういったものを使っている方だと、やはり跳ね返りも大きくなる可能性があるので、少し距離には気をつけながら練習をしてください。またこういった練習の、応用というわけではないんですけれども、椅子に座っても手裏剣は打てますので、
こういったものも有効だと思います。この座打ちの練習ですけれども、手裏剣を始めたばかりの方でも非常に有効な練習です。例えば距離を伸ばしてもやはり同じように打てるようにしたいと思っています。この正座がもし辛ければ、先ほども言ったようにあぐらでも構いませんし、寝ながらでも構わないんですけれども、寝ながらだったらまた別な練習になってしまいますけれどもね。でもどんな姿勢からでも手裏剣は打てるようになってた方がいいですね。この座打ちは完全に一つの練習方法なので、この座打ちの飛距離を伸ばす必要はありません。必要はないんですけれども、体さえ使えれば座打ちでも3剣は刺さります。これが例えば4剣、7.2 メートルぐらいですけれども、この距離でも刺さります。これをやる必要は全くないんですけれども、上手に飛距離を伸ばす練習方法としては非常に有効だと私は思っています。この座打ちですけれども、座って行えるということと余分な力を使いにくくなるということで、私もこれをやってある程度やはり距離が伸びましたが、それ以上に飛距離以上に落ち着いてじっくり取り組める、それが非常に大きいメリットだと思ってます。ですので、もっと早くこの座打ちの練習に取り組めばよかったなと感じることがあります。なので、もし手裏剣を始めたばかりの方でどういう練習をしていこうかなと迷っている方がいたとしたら、ぜひこの座打ちは取り入れてください。くどいようですが、跳ね返りだけ気をつけてくださいね。本当に急に跳ね返ってくると正座の状態だと避けにくくなりますので、跳ね返り十分に気をつけてください。あとは飛距離も伸びてきますので、例えば飛距離の何か一つ壁みたいなものを感じた方、そういう方にも非常におすすめの練習方法です。あとは先ほどから刺さってるところ何回か、2回目かな、これが余分な手とか体の動きを使えないので、狙いはね非常に良くなります。というわけで今日は座ったまま手裏剣を打剣して遊んでみました。この座打ちっていう言葉が特定の流派で使っている言葉なのか、それとも昔からある言葉なのかちょっと私は分からないんですけれども、こういった動きを取り入れる流派っていうのも当然あるとは思いますし、非常に有効な練習方法の一つだと思います。私自身ももっと早くこの座っての打剣っていうのを取り入れればよかったなと感じることはありますし、始めるに遅すぎることはなくて、例えば飛距離の壁に悩んでいる時にこれをやってみると飛距離が伸びるっていうこともあります。ちょっと手裏剣が暴れてるなとか
もっと手裏剣を落ち着いて揃えたいなっていう時にも有効な練習です。ですのでぜひこういった練習も取り入れてみてください。もしこんな形で何か気になるようなことがありましたら、コメント欄の方に書き込んでいただければ対応させていただきますので、気軽に書き込んでみてください。よろしくお願いします。それと、いつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、ありがとうございます。今回の動画も面白ければ高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では、今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。